皆さんこんにちは、激死です。唐突ですが、皆さんそろそろサイパン飽きてきてないですか？サイパンに限らず一定期間ゲームを遊べばマンネリ化して飽きてしまうというのは宿命だと思いますが、そんな時はぜひモッドを使ってみてください。今回この動画では新規織り交ぜた評価の高いモッドの中からさらに厳選した30個以上のモッドを使って尽きることのないゲームプレイ、なんぼでも遊べるサイパンを実現します。戦闘バランスの調整や刺激的な新しい体験、見たこともない乗り物、ストレスを軽減するユーティリティの追加などなど、簡単に導入できるこれらのモッドを使って無限に拡張され続けていくナイトシティで飽きることなく遊びましょう。なお、モッドの導入方法に関しては過去に詳しく解説した動画もありますので、そちらも合わせてご覧ください。それでは早速始めていきます。それでは最初に乗り物ビークル関連のモッドを見ていきます。一つ目は最新のモッドドライバーバス。なんとサイパンでバスの運転手になれます。このバスはバーチャルカーディーラーかコンソールコマンドで入手してガレージに追加して、通常のビークルと同じように呼び出して使います。呼び出したバスには乗客が乗っていて、自分は運転手として実際にバスを運転するか、客席に座ってのんびりバスに揺られて移動するかを選択できます。そしてこのバスモッドはオートドライブにも対応しています。これは本当に素晴らしいアイデアですね。今度はタクシー運転手になりましょう。タクシーワークを使えばナイトシティでタクシーミッションをこなして金が稼げます。タクシーミッション駆け出しの頃はその辺の走っているタクシーを奪い取って無理やり解除する必要があります。タクシーに乗り込んだらクラクションを鳴らしてミッションを開始、乗客を拾いに行きます。頑張ってミッションをこなしていけば、そのうちオートフィクサーで豪華なタクシーをアンロックすることができます。モチベーションが上がりますね。そしてバスとタクシーだけでなく自家用車にもこだわりたいですね。パガーニゾンダチンクエロードスターはイタリア車、サイパンで一番かっこいいビークルモッドだと思います。昔からあるモッドではありますが、ビークルモッドで10万ダウンロードを超えているのは名車の証ですね。で、いた車違いですが、こちらの90スープラもめちゃくちゃかっこいいです。ルーシーのデカールがデカデカと貼り付けられて迫力満点です。車自体もクソ速すぎてブレーキがついていけません。導入は元のスープラも必要ですのでお忘れなく。それとあともう一つ紹介しておきます。クワドラタイプ66ファントム。一見少し武装しただけのクワドラに見えますが、このビークルは多機能です。 CT のオーバーレイで各種装備をリアルタイムに取り外しできます。しかもステルス迷彩まで実装されていてびっくりします。この辺の装備の切り替えは CET でホットキーを設定して操作することもできます。次は歩行者のリアクションを改善するモッドカーダッチスタッターフィックス。歩行者が車を避けるときに一瞬フリーズするバグを修正してレスポンスを向上させます。これでだいぶストレス軽減しますが、でもやっぱり引いてしまいますね。もう一つはリアクトトゥーホーン。歩行者に向かってクラクションを鳴らすと音に反応して散っていきます。またネイティブセッティング UI で設定を変更すればクラクションを鳴らして車や歩行者を爆発させたり車を吹っ飛ばしたりといった最高に楽しい遊び方もできます。ということでビークル関連はこれで終わり。次は戦闘関連のモッドを見ていきます。戦闘関連1つ目のモッドはダメージスケーリング&バランス。敵に与えるダメージと敵から受けるダメージの倍率を好きなように調整できます。倍率を最大にして極端な設定にすると普通の FPS ゲームのように数発のダメージで決着がつくようになったりもします。設定はネイティブセッティング UI で細かく調整できますので、自分に合ったいい塩梅のスケーリングを見つけてください。戦闘バランス調整もう一つはエネミーズ・オブ・ナイトシティ。ボスを含む全ての NPC が強化されます。 AI の変更をはじめ新しい武器や攻撃パターンなども追加されてバニラよりも歯応えのある戦闘が楽しめます。ただしこちらもスケーリングを変更しますので、先ほどのダメージスケーリング&バランスとの併用は難しそうです。どちらか一つに絞って導入してください。あと NCPD の調整も見ておきます。 NCPD プレベンションポリスエンハンスメントでは指名手配のランクによって経過の対応が変わります。ランクが上がるほど追跡は激しくなりますが、ランクが低い場合は逆にバニラよりも簡単になります。また指名手配解除までの時間も長くなっています。すぐに解除したい場合はアパートに戻ってください。
そして合わせてナイトシティアライブも使ってみてください。ナイトシティをビークルで徘徊するギャングが増えて、ギャング内同士もしくは歩行者も巻き込んだ抗争が活性化します。少しブラブラするだけでそこら中で銃撃戦が始まるので気が抜けません。お次はサイレントサイレンサー。バニラではサイレンサー付きの銃や投げナイフで一撃で敵を倒せない場合は強制的に戦闘がトリガーされてしまうという問題がありますが、これを修正します。サイレントサイレンサーを導入しておけばステルス状態である限り戦闘になることはありません。そしてステルスフィニッシャー。ステルスキルの際に各武器のフィニッシャーを発動することができます。隠れるしか能がないのか。さらにメレーアタックフィックス&エンハンスメント。近接武器で右から切りつけたのに相手が向かって右側によろめいたり倒れ込んだりするバグを修正します。正直このモッドができるまでこんなバグがあったことには全く気づきませんでした。続けてサイバーウェア EX。サイバーウェアの装備スロットを増やすとともに通常では不可能なサイバーウェアの組み合わせを可能にします。例えばサイバーデッキとサンデビスタンとバーサクを全部装備したり、ダブルジャンプとチャージジャンプを両方装備したりと面白い組み合わせが試せます。サイバーウェアの変わり種というか面白いものでナノドローンがあります。 CT でホットキーを設定してドローンを飛ばすことができます。遠隔操作できるドローンを使ってクイックハックを仕掛けることも可能です。ドローンのバッテリーとラム容量はティアによって強化されていきます。次は武器選択メニューの改善。モアウェポンコラムス。武器一覧の表示を最大4列まで表示させます。これはマジで最初からこうしといてほしかったと思います。合わせてこちらもモアウェポンフィルター。武器の相当用フィルターを追加して細分化します。フィルターに新しくハンドガン、オートマチック、ロングレンジ、ショットガンの4種類を追加します。もう一つロードアウト。ウェポンロードアウト。装備のロードアウトを設定してホットキーで一発で変更できます。戦闘中遠距離から一気に近接のロードアウトに入れ替えたりできるので面白いですね。ホットキーはいつも通り CT でバインドしてください。ではここからはナイトシティ全体の生活環境を改善したりアクティビティを追加していきます。まずはニューメラル数ゲットカンマ。エディや弾薬数などの表示にカーマを付け加えて見やすくします。ちょっとしたことですが気の利いた改善でいいですね。次はストックマーケット&ニュースシステム。ナイトシティで株取引ができます。株は PC で購入可能で市場の状況も見れます。また株式市場はクエストの影響を受けるようでクリアしたクエストによって荒坂が下がってミリテクが上がったりと変動していきます。E3 スマートウィンドウを導入すればスマートウィンドウでも株式市場を見ることができます。あとついでに H10 ウィンドウアクアリウムでスマートウィンドウ内に水槽を設けることもできます。魚や食性のオブジェクトは別途他のモッドも必要ですので要件を確認してください。続いては Talk to Me。 ナイトシティの歩行者が積極的に声をかけてくるようになります。ただし友好的な挨拶ばかりではないのでイライラしないでください。デザインだけどこれが人生なのよね。最低な毎日ね。友達を待ってる。ハローハロー。なのよ。値引きしてあげてね。どういうプレーがお好き？押し売りはごめんよ。今度は NPC の改善、カービィシリーズを見てみます。このモッドでは対応している NPC のボディをボリュームアップさせて物理を追加します。パナムやジュディ、ローグやミスティなど数十名の NPC 用のモッドがアップされています。またこれ以外にもジュディエンハンスドボディや AMM を使って服装を変更するオルタネイトアピアランスなどもあります。またルックスを変更する場合は EKT のニュールックスシリーズを使ってみてください。好みは分かれると思いますがクオリティは高いです。各 NPC を強化したらぜひこちらもお試しください。ディジーズブレインダンスを導入することで好きな NPC と好きな場所でブレインダンスを楽しめます。子供と有効にするには一度自宅に戻る必要があります。その後ディジーズバーで PD を販売している店員を見つけて好きな NPC を選択します。あとは部屋に入って楽しむだけです。
それでは最後に自キャラの外観を変更するモッドを見ておきます。最初はフェイスプリセットから。僕が昔からずっと使っているのはキュートキャラクタープリセット。何のプリセットを使っているか聞かれるときはだいたいこのプリセットの顔です。もう一つおすすめはダーク V プリセット。ゴスっぽい雰囲気のプリセットです。かなり完成度が高いですね。次は目、カーラーアイズ。これも昔からよく使ってます。角膜の部分が特徴的ですね。導入はユニークアイズコアも一緒に手動で導入してください。続いては髪型。まずはボブヘア。シンプルで使いやすい髪型です。こちらはアパレルとして装備することで変更できます。いちいちキャラクリで変更しなくてもいいので楽ですね。そしてアルバリックスヘアコレクション。こちらもおすすめです。20種類以上の髪型が装備アイテムとして追加されます。置き換えタイプでおすすめはウルフカットコレクション。バニラの髪型が置き換えられます。キャラクリで変更してください。もう一つ置き換えタイプでホワイトヘアスタイル。こちらもキャラクリで変更しますが、先ほどのウルフカットと同じ番号の髪型を変更するものがいくつかありますので気をつけてください。次はサイバーウェア。ボディ用のサイバーウェアはこちらがおすすめ。サブダーマルアーマー、アームズサイバーウェアタトゥー。これはタトゥーとしてサイバーウェアを装備します。あまりごつくなりすぎないところがいいですね。あと面白いのはナノスキンサイバーウェア。ボディスキンに六角形のテクスチャーを配置します。人工皮膚のような独特の雰囲気があります。それでは今回ラスト、荒坂サイバーアームズ。これはもう鉄板ですね。膨大な量のサイバーウェアのスキンがひとまとめになっています。導入はボルテックスで FO モッド形式でじっくり選択しながら導入してください。ということで今回はサイバーパンクに数十個のモッドを導入してナイトシティを拡張していきました。いかがでしたでしょうか。普段バニラで遊ばれている方々には少なからずいろんな意味で興味を持っていただける内容であったかなとは思います。サイバーパンクに関してはスカイリムやフォールアウトのように発売から数年経った今でもすごい勢いでモッドがリリースされ続けています。それだけベースのゲームが素晴らしくてずっと遊び続けたいと思うユーザーがたくさんいるんだと思います。僕自身もこの先サイバーパンクを遊び続けていきたいと思います。それでは今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。見つけた。ターゲットよ。どう？まだ生きてる？今確認する。早く彼女の生体モニターにつないで。つなぐよ。こいつはやばいぜ V。 やばい。くそ死んじまうぞ。 B、状況を説明して。ジャッキー A ハイポ早く捨て。ほらよチーカ。これでやった。よし外まで運べ。着陸する。後ろに下がれ。これよりセキュリティプロトコルを開始する。後方下がれ。早くしろ。TT133 より本部へ。患者 NC570442 を確保。投与開始。ドーパミン70ミリ、ノルエピネフリン110ミリ、ピブリン800ミリ。